しょ。お水も満タン。いやいや入ってない。80% ぐらいかな。ガソリンは半分ちょっと。いいね。これ何よ？何の入れ物よこれ？これおばからもらったせんべい菓子の入れ物で。せんべいの入れ物だった。そう、すごくよろしくてこれがさ。で海苔はちゃんと別添えで。おかずは卵焼きとウインナーとブロッコリーがあるので、欲しくなったら口パクパクしたら突っ込んできます。おっちゃんなるです。どうも。どうも。ただいまですね、三重県の伊勢自動車道を、尾鷲方面に向かって、伊勢方面か、南下してるってことですか。走っております。今日は、久しぶりのツアーでございますが、何ツアーって言ったらいいの今回は？和歌山。和歌山。ざっくり和歌山。串本の方にまず、今向かいたいと。向かって下の方にぐーっとぐーって感じ。ですね。で、まあいろいろほら北海道行ったりとかしてる中でね、恵美子さんと2人でおっチャンネルのなんか今後とかいろいろ考えてる中で、もっと日常的なこうリラックスした感じでいいんじゃねえのみたいな話もしてたんだよね。そうね。だからちょっと今回は意識して意識したら日常じゃないよ。そうだな。意識せず無意識難しいこと言うね。なるべくだから今回はなるべくその火の鳥です。ちょっとごめん、火の鳥がいた。そういうことも含めて、なるべく素のまんまで行こうかなと思ってます。多少単調だったりとか、長く感じるとかあったりするかもしれませんが、まあこういうのもどうだみたいな形でちょっといろいろチャレンジしていきますので、ご理解いただければと思います。で、何食べるんですか今回は？今日はね、伊勢海老食べるの。解禁して、和歌山が解禁なんだっけもう？もうね、多分三重も解禁なんだけど、和歌山はね9月の17日にもうすでに解禁しておりまして、で一応その今日この目当てのお店は10月の1日から出すとメニューとして販売。なるほど。10月から4月から5月くらいまで。だもんでそれに合わせて今日6時に起きて7時に出発ですよ。5時半ですよ私。でお弁当作ってね。作ったから。これ熊野川かなですね。はい、そしてまもなく和歌山県新宮市に入ります。入った。ちょっとお腹空いてきてなんか食べちゃダメだな。もうすぐお昼ご飯ですよ。おにぎりあるよ。だってもうあと13キロですもん。ここ何？これが一つお風呂です。お風呂。この下に入ってくるんだ。貸し切り絶景秘湯だって。すごいいいじゃん。戻ってきて入ろうか。ね、もしもしすいません。今日は弘法湯さん貸し切り風呂のお風呂はお休みなんですか？あら。おー、すごいな。海もめっちゃ綺麗。透明感結構ありますね。すごい綺麗に来ましたね、今回は。今から行くのはこの島を渡るんですよ。これで島ですよ、あれ。これ初島じゃない？渡るの。大島って書いてあります。違うこの初めて渡るという。そういうこと。初めての島ってことね。そうですね。
橋といってもなんかこうもっとなんか低いですね。さ、すごいこう弱っちいのを想像していたら、結構がっちりしてるし低いし。これは橋じゃなくてもう下まで地面まで行っちゃってるですかな。あ、苗ヶ島なのか、苗ヶ島かな、これを経由するんだね。そうです。はあはでこいつでここでくるっとくるっきょみたいにな回っっててちょっと上がるんですね、これでね。あ、でで次の大島。これでね、この辺ですか、これですか。違うね。これは左折すんねんな。私そうらはですね、右折すんねんな。まあ道なりにトルコ記念館、自衛隊の駐屯地がある。うんうわ、でっかここ。ここでっもすごい。か。何これ、なんか向こうに楽しそうで。農園、カフェ、キャンプ場だって、あ、ヤギおる。すごいとこだな。うん。はい、もうすぐ海でございます。来ましたよ。ほうほうお？ほうほう。ほうほう。いいじゃん、ここもう車中泊し放題じゃないですか、これ。し放題じゃんね。これですか、ひょっとして。これかもしれやん。あ、これだね。これです。駐車場もこれですね。うん。到着しましたよ。弁天浦の、あ、見えないわ、高すぎて。これ。海が見えない。すごい見たいんだけどな、高すぎて。はい、まあ、とりあえず到着しましたので、まずはご飯を食べに行きましょうか。こんなことある？すごいね。大当たりじゃん。ここですよ。ほんとやってるよね。着物持ってるよ。ここはで、あ、これ事務、あ、ホームレストラン。事務所じゃねえよ。出口さんによる。ああ、観光案内所もここにありの、着物も販売しの、なんか安いんですけど、これ。どうして行きますか。こちらです。え、あら大ダメージ。今まだ伊勢海老がしてないんですよ。あら、伊勢海老が海鮮丼になりましたが、おすげえ、アワビこんなすごいよこれ。アワビとマグロ、さすが和歌山県。さすがですね。うん、小鉢も結構ついてるね。ね。いいじゃないですか、どうぞ。いただきます。うわ、アワビ、柔らかい。何してんの？うん、そう。うわ、やっぱりこういうのって白身からだよね。うん。うんうんうんおいしいね。これぐらいにして、おいしい。うんね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかった。いや、なんか本当申し訳ない。最初に行った時に、伊勢海老がないことではいショック受けすぎちゃってて、なんか本当にないんですかみたいな感じで、うんすごいこう残念な感じで行っちゃったのね。うんうんでも海鮮丼がうん、すっごい美味しくて、美味しかった。私ね、今まで食べた海鮮丼の中で一二を争う。いや本当に美味しかったね。全て美味しい。うん一品ぐらいさ、あっていうのがね、あったりするんだけど、全部美味しかった。全部美味しかった。うん、もう完璧なその熟成度というか、それで俺後で聞こうと思ったんだけど、ここはさ、醤油じゃなくてさ、本当にたまり醤油たまり醤油なんじゃないかしらね。なんかでも入ってるのを感じたんだけど、まあ甘いんだけどコクがすごく強くて、
あれ美味しいよね、あれはあれでね。美味しいですねうん。そうでもつけすぎちゃうとそうあれなんでもしバシャってかけない方がいいかもしそうれない。です。あれね、下のご飯にいっちゃうとそうちょっとしょっぱ味くなるねが濃すぎちゃうので、そう私が今経験者として分かりますけどもそう上の方にだけね。ちょろっとかけて、あとはお刺身食べるごとうにんつけるぐらいな感じでちょうどいいんじゃないかなと、それでいいと思うね。あれつけた方がいいね。いいねそっちの方がミスなくて、わさびと溶いといて、ちょっとつけずつ食べるっていうでのが。ご飯とガニュってやって食べると、もうめっちゃ幸せ。目一台とかすごい美味しかった。あとトロがさ、赤身中トロトロって書いたんだけど、もう大トロやんもうあれ。そうだね。トロトロでした。トロトロでした。本当美味しかった。でこちらは11月ぐらいから。そうだね。11月1日からじゃないと11月に入ったら多分伊勢海老が出てくると。であんだけ張り紙がしてあるってことはみんな来るんですね。来るね。でなんかあったの聞く方電話で聞くしかないんですか。電話で聞くだね。一応ホームページはあるんだけども、ホームページに10月からって書いてある以上多分更新してないんだと思うので、聞いた方がいいと思います。そうですね。電話して伊勢海老始まりましたかって聞いてみてください。書いてなかったけど多分木曜日が定休でさっき聞いたそれは木曜日定休で年末年始もお休みなので気をつけてくださいねと。わかりました。食事が終わりまして今からですね。せっかくこの辺まで来たので、トルコ記念館、何これそもそもトルコの難破船かなんかを救出してそこで友好ななんかこうつながりが出てお墓とかもあるよね。あるのかな、こっちで死んできたものかな。まあその一応、まあここで喋るよりかトルコ記念館に行ったら書いてあると思うのでそこで説明したいと思います。そうだね。そして向子さんが気になってるのはかき氷ですね。食べること暑いよ。食べることばっかり考えてますね。あなたは食べないんだねじゃあ。そういう言い方はないんじゃないかな。じゃあ食べることばっか考えるって言っちゃダメだよ。キラキラ虹色サイダー見て予想以上に売れてます。本当だ。予想以上っていうのになかなか面白いですね。何これ。灯台と軍艦遭難慰霊碑があって、アタチュルク像。公園の中に家があります。家の間に公園を作ったのか。そういうことじゃないかな。こっちが先じゃないかな。ちょっとトルコ記念館行ってみましょうか。意外とあれなんですね。江戸時代の話とかそうじゃなくて、オスマントルコ最初の使節団を乗せたエルトゥール号だ。エルトゥルル号。すごい。そりゃこんな戦争とかの話じゃなくて助け合う話っていいよね。いいよね。すごいよね。そういうあれが今でもこうつながってるって。こちらが遭難慰霊碑でございます。なんでそこに座ってんだよ。入ろうか。入れんの？どういうことこれ。だから待っとんの。待って。外出中っていつ帰ってくるともなんとも書いてないですね。今昼休みだからあと4分ぐらいで帰ってくるのかなって。ここ見てもいいのかな。いいんじゃないか。怖くないかな。怖いんじゃん。先に言っとくけど。でもそんな高くないもんねここ。でも下があれだよ。海だよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いいな。素敵だ。おお。全然大丈夫ですね。すごい素敵だよ。うほー。うわー綺麗。大丈夫だね。すごいよ色が。すごいね。もう一個すごいものがさ、足元見て。カメムシの死体。すごいんですけどこれ。誰かが吐き集めてくれてるってこと？これね。見てほら。一周。これみんなこの照明に集まってきたやつが。今すでにいる。めっちゃおるやん。これはすごい。ピスタチオみたいにいっぱいいる。葉っぱちゃんかと思ったよ。トルコ記念館およびこの岬ね、
はい楽しめましたな。楽しめました。ちょっとお休みして出発です。はいすさみの方に行行ききます。たいと思います。すさみってさ、うん一番最初に泊まったさそうです。温泉ホテルがすさみでしたよね。そうですね。うんまだ2人で結婚してはいない頃じゃないの、まだしてないね。一緒に暮らしてたけど、そほんで車はねあれですよ、パジェロでしたよ。うパジェロか。パジェロの初ロングツアーかなんかですよ。ああ、なんかすごかったよね。目の前が海の部屋でさ。そうで、なんかすごい広くて、そうね、ですごい船盛りが出てきたの。そうそうそうびっくりしたの。注なんか特文したけど別室みたいなとこ特別に注文したわけじゃないよね。ないないもうついてんだよね、つい最初から。てたの。そうまだあれですよ、あなた20代、 20代私も30になるかならないかの若造ですよ。クソ生意気な頃ですね。その頃からそんなことやってたんですね。そうですね、やってること変わんないんだよ。だからそういう意味では、温泉と飯、そうそれがセットじゃないとダメな、まあ行っちゃったとして、明日白浜の例えばアドベンチャーワールド朝一で入るとするじゃないですか、もう昼ぐらいには行きますよね。出ますよね。出ちゃうすからね。るっていうと山旅は無理でも、正義はいける、正義、まあでも山旅も夜やってんじゃん。行けるよね。夜まで投資で6時ぐらい18時ぐらいまでやってるよ。やってますよね。行けますよね。行けますよ。